世界初の IMAX シアターシネスフィアについて説明させてください。今回もね、サムネの通り日本ではなく海外にある IMAX シアターなんですね。いやいやちょっと待ってくれと、シドニーとかメルボルンの IMAX は世界最大だからまだ知ってるけど他は知らねえぞとかね、なんならね日本にある IMAX シアターすら全部ね細かく知ってるわけじゃないぞとかね、写真見てもごめんなさい、これは映画館なんですかと思う方がほとんどだと思いますが、まあ待ってください。このシアターの成功があって IMAX は世界に展開していったという歴史ある映画館なので、ぜひ知っておいてほしいんですよ。まあね、思い返せばこういうのをまとめている人っていないんですよね。あなたが初めて IMAX シアターを知った時って一体どんなもんかってね調べたと思うんですよ。今っていろんなサイトが IMAX シアターについての説明をまとめていると思うんですけれども、よく見るとその昔から IMAX は実はありましたって感じに冒頭でさらっと書かれてすぐ終わっていることって多くないですか？多いですよね。IMAX はカナダにある IMAX 社が開発した企画で1970年の万博から実はありました。次は IMAX のスペックの説明です。デジタルとはみたいな。早いもう IMAX の歴史そんな浅くない、深いんですよ。一応 Twitter でね IMAXBot っていう謎のアカウントでも説明されていますが、それでも昔から IMAX シアターがあるんだねってぐらいの認識だと思います。でも IMAX ってスペックだけじゃなくいろんな種のエピソードがあって作品があって、クリストファー・ノーランも昔からそういう IMAX に貢献している人や作品に感化されて今のインターステラーとかにつながってたりしますから、まあそういうところね、このチャンネルは説明していきたい。最後まで見れば IMAX が好きな人はさらに好きになるので、ぜひ最後まで見てほしいです。ということで、世界初の IMAX シアターがオープンしたのはですね、ちょうど50年前、半世紀前なんですね。この頃といえば、2001年宇宙の旅とか、時計仕掛けのオレンジ、ジョーズとかね、いろいろなね、超大作が誕生していた時代なんですね。もうすでにね、70mm 上映とかありましたが、IMAX シアターまだなかったんですね。この 70mm 上映でも解像度にすると理論値で MAX12K ぐらいあると言われている代物で、もうこれでも十分すごい上映システムとして人々を魅了してきました。過去の動画をおさらいしながら説明しますと、1970年にあるイベントが起こりました。日本万国博覧会ですね。バンコクっていうと聞き覚えがあるのが愛知万博じゃないですか。2005年に開催された愛知九博ね、森蔵とかいました。万博って聞くと最先端の技術の集まりってイメージが出るんですけれども、これね、まずね、バンコクといってもテーマがそれぞれ違うんですよね。愛知九博のテーマは自然の H っていうのは優れた知恵という意味で、地球上の全ての命を大切にし持続可能な社会を実現するという課題のもとで、いろんなね、自然と文化文明の共存する地球をイメージした万博でした。これね、入場者数は2200万人を超えてたんですね。対してこの1970年に行われましたこの万博、大阪万博とも言われていますが、こちらは人類の進歩と調和というテーマの下で開催されました。要は近未来的な展示内容や各国のパビリオンは仮設の建造物ということを指していて、IMAX はこれにあたります。これね、77カ国が参加して入場者数は6400万人以上、めちゃくちゃ多くですね。日本初の万博だったせいか、愛知九博よりめちゃくちゃ人が多かったです。そんな大イベントで初めて IMAX 上映がありました。もうね、50年経った今でも IMAX フィルムはデジタルを凌駕しているので選ばれた理由がわかりますよね。さて、この上映はちょっと特殊で、画面いっぱいに映っている時もあれば、映像が分割されていろんな映像が見えるよう工夫されてたんですよ。ちなみにこの周りにびっしりとある顔は IMAX とは別の、巨大なプロジェクターを利用してたくさんのね、個別映像でパビリオン全体を埋めることができたっていうとんでもない上映だったんですね。IMAX だけでもこれすごいのに、さらに付け足そうというもう視界いっぱいな映像体験を一発目から全力でやっていたっていう力技です。もしこれが今上映されてたらちょっと気になって行きたくなっちゃいますもん。これすごいですもん。ちなみに現在大阪万博は朝日新聞デジタルのサイト上にて 3DCG として克明に再現されています。スマホでも見れます。 IMAX シャッターがあるのが確認できました。で、これ上映中の写真とかが高画質で載っているので、この動画の後にぜひ見てください。
CG 上にシアターがあるので、それをタッチしたら確認できます。もう万博すごいのは十分分かったけど、今回のサムネでもあるシネスフィアと何の関係があるんだと突っ込まれるかもしれませんが、お待たせしました。ここからです。この万博で関わった人がシネスフィアにつながるんですよ。この万博で披露させた IMAX システムの創設者が4人いましたが、その1人であるグレーム・ファーガソンが実はかかっています。IMAX 創設者このファーガソンは大阪万博が終わった後、カナダのオンタリオ州のトロントっていうところに戻ったんですね。トロントは成田空港から飛行機で12時間以上かかる場所です。この万博という大イベントが終わって一息したいところですよ。でもファーガソンはこの時オンタリオプレイスという新しい遊園地が大型シアターの建設を計画していることを知ったんですね。もうそれをしたらね、もううちでね、大阪万博でも大成功させたこのプロジェクターをもうぜひ売ってもらうとね、それもなりますよ。でそれでファーガソンは駆け寄ったんですね。いやいやオンタリオさん、ちょっと待ってくださいよと。私のね IMAX のシステムをどうぞ使ってください。素晴らしい映像体験できますよとおっしゃるわけですね。で結果うまく承諾してもらったみたいです。でこの IMAX シアター含めオンタリオプレイスの建設は1969年の3月17日に開始されました。50年以上前の話ですね。クリストファー・ドーラーはまだ生まれてない時です。でこのカナダオンタリオ州のトロントにですね、オンタリオ湖畔という浅瀬があるんですけれども、ここを埋め立てて3つの島を作っちゃったっていうね、オンタリオプレイスもなかなかのクレイジーさですけれども、このまん丸で白く覆われた建物、これが IMAX シアターです。見た目はねドーム型ですけれども、中のスクリーンは平面タイプです。高さ18メートルで横24メートルと結構エキスポシティの IMAX と似てる大きさです。そして1971年にオープンしました。これはね未来を象徴する建物としてねなったみたいです。このシネスフィア IMAX シアターのオープンにですね、実はファーガソンがこの日のために特別に制作した作品があったんですね。このオンタリオ州北部の大自然をテーマにしたノース・オブ・スペリオルっていうねIMAX ドキュメンタリー作品の上映が始まったんですね。作品自体はだいたい18分の超短編映画なんですけれども、もう何回も1日に上映することができたんで、かなり集客があったみたいです。実は IMAX のPR 動画にですね、最初の方にこの動画があるんですけれど、この映像がノース・オブ・スペリオルの作品の映像なんですね。なのでここにもちょっとつながりがあるんですよ。もうね映像を見た限りですね、分かりますように、日本のねディズニーの遊園地でもありますように、ソアリンと似た映像体験なんですね。厳密に言うとね、ソアリンはドーム型の上映なんで違ってくるんですけれども、でもねこのソアリンを乗ればこの当時に似た映像体験ができるのかなとはちょっと思いました。話を戻しまして、こうしてオンタリオプレイスにあるねシネスフィアは IMAX の最初の常設の劇場となりまして、後のね IMAX シアターのモデルともなる歴史ある映画館になりました。そんなね昔から IMAX シアターがあったんですね。でそして2011年までの40年間続いていました。一旦これね閉館する形になったんですけれども、その6年後2017年に再オープンすることになって今もやっています。でこのね2017年ってことはですね、そうダンケルクの公開に間に合うように準備し始めてたみたいです。で、このオンタリオプレイスのオペレーションディレクターのキース・ブラウンさん曰くですね、銀色のドームが特徴的なシネスフィアを全面的に直して、映写室とかスクリーンとか客席とかね、もう床もろもろで全部90万ドルかけて劇場全体を改装したみたいです。この改装に伴って最新のね IMAX レーザー GT も導入することになったんですけれども、実はそれだけじゃなくて IMAX フィルムの映写機も残そうということで両方設置したみたいですね。この IMAX レーザー GT と IMAX フィルムの映写機が両方ともある場所は限りなく少ないので、珍しいシアターですね。でこのオンタリオプレイスのスクリーンは約25人のチームが3日間かけて設置したみたいです。またサラウンドもね12チャンネルにアップグレードされて、収容人数は614人入って、 3D 上映はね527席にね少なくなります。このシアターね、州の最大の IMAX シアターとして現在1年中続いています。先ほどのね2017年再オープン時にダンケルク、上映したんですけれども、もう一つありまして、そ
それがノース・オブ・スペリオールだったんですね。実はこの再オープンの時にファーガソンもゲストとして来ました。その時の動画はまた YouTube にも載ってると思うので、よかったら探してみてください。そして時が経って2019年4月にはですね、バットマン誕生80周年記念のイベントとしてですね、ダークナイト3部作を一挙上映することになったんですね。これ全部全て IMAX フィルム上映だったんですけれども、これがですね、約11時間一挙上映のスケジュールで結構タイトなものになっています。12時から始まって各作品の間に90分の休憩を挟んでたみたいですね。夜の10時45分まで行われたみたいです。でまたですね、2作目と3作目の間にはクリストファー・ノーラン監督がこの映画制作の経験について語る Q&A のテープが放映されたんですね。もうこれね、羨ましいです。でこのね、ノーラン監督の Q&A タイムもですね、YouTube で見られますので、よかったらチェックしてみてください。結構内容はね、8割はダンケルクの絡みだったんですけれども、IMAX についても少し触れていました。ノーラン曰くですね、この IMAX フィルムカメラの、サイズとか重量とか、そういった厄介な性質が意外と好きみたいです。でも一つだけ IMAX カメラをね、稼働するとやっぱ非常にうるさくて、サウンド面はあんま好きじゃなかったみたいですね。この IMAX カメラの騒音はですね、荒木さんの動画でも話がちょっとされましたが、オンタニプレスは現在もオープンして、たまにね、リバイバル上映もするみたいなんで、非常に魅力的なシアターだということです。もしね、トロントに行く機会があれば、またぜひね、行ってみるといいと思います。最後にですね、中盤で説明しました朝日新聞デジタルの大阪万博の3D のサイトはですね、概要欄に載せておきますので、よかったら見てみてください。今日はこれで以上です。